一様。任せて。あなたの胸に私の愛を刻みつける。すごい。やったー。この鬼は朝倉の鬼ではないようですね。お兄ちゃん、作戦うまくいったね。どうしたの？あれ？失敗しちゃった。威力は十分だったではありませんか。こっちが愛だと思ったんだけどな。ヒヨからもらったばっかりだから間違えちゃった。次はうまくやろっと。それより手伝ってくれてありがとね、お兄ちゃん、エリカさん。そうです。あれらを滅ぼすことは私の使命でもありますから。もちろんです。鬼を倒すために力になれる。本当はまこっちゃんもイチたちと一緒に戦えればいいんだけど、まこっちゃんに何かあったら近江の一大事だからね。イチは負けないから大丈夫。お任せください。そうだお兄ちゃん、いつも鬼退治に付き合わせてばっかりじゃ悪いから、お昼からはイチが小谷の町を案内してあげるよ。エリカさんも来るよね。すみません。私はこちらの教会に用事がありまして。まだ南近江や播磨の教会ほど大きくはありませんが。そっか、残念。じゃあエリカさんはまた今度だね。よろしくお願いします。兄様、お帰りなさい。いえ、位置は大丈夫でしたか？今寝屋に戻ったらちゃんと働けと叱られてしまいますよ。ですが無事でよかった。当たり前です。願ったりです。
今日の戦いの経験なども踏まえて、ぜひいろいろご教授ください。いえ、僕はそういった軍議を開くことくらいしかできませんから。はい？もちろんです。一人に鬼退治を任せて夫たる僕ですが。はい、大将には大将の役目がありますし、お姉様もそうすべきだとおっしゃってくださっています。とお引き止めしてしまいました。兄様もゆっくりお休みください。はい、ありがとうございます、兄様。はい。おい、待て。いいからいいから。いちってば。お兄ちゃん起きてる？何かあったじゃないよ。別れる前に約束したでしょ。小谷の町を案内してあげるって。大丈夫。まこっちゃんも寝る前に来てくれたから、今日はいつもよりしっかり寝られたくらいだし。なんだ、我が来るのは不満か。だよね。だったらお兄ちゃんとお姉ちゃん二人っきりにした。それじゃ案内にならないよ、いち。そっか。せっかくお姉様と兄様が来てくださったのですから、ぜひ案内させてください。それともご迷惑ですか？だよね。じゃあすぐ行こう。貴様の支度など枕元の刀を刺せば終わりだろ。ほらほらお姉ちゃん、こっちこっち。そうせくな、いち。まだ整ってはおらぬが、いい町だな。そりゃそうだよ。なんせまこっちゃんといちとみんながそれに近江は街道の要所でもありますから、お姉様の教え通り旅人や商人から豪華のほどはどうだ。以前より人が増えて身入りも少しずつ増えています。街は賑やかになりましたし。そうか。全然。小谷をもっと賑やかにする策なんだから、まこっちゃんにはたくさん勉強してもらわないとね。それにああやって真面目な顔してるまこっちゃんもかっこいいでしょ。もちろんだよ。いち、お腹空いたの？お昼ご飯まだだった。そうだね。お二人ともお昼はまだですよね。まだだ。お二人は何か食べたいものはありますか？任せる。本当にいちたちに任せ。いや、
そうだな。まこっちゃん、いち。あれってほら、あれだよ、あれ。もう、お姉様に悪いよ、いち。いちなんも言ってないよ。ただ、あれがそれに、お姉ちゃんもいちたちに任せる？お姉ちゃん、本当にいちたちにお任せでいい？そうだ、お兄ちゃんはどう？健介。おお、やるねお兄。兄様がそういうの分かってたんだろ、いち。さあ、どうかな。それじゃあ、船寿司以外で美味しいものにしようね。行こう、まこっちゃん、お兄ちゃん。ちょっと、いち。おい、こら、健介。これはいけるな。でしょ？近江には海はないけど、阿波海があるからね。もちろんです。近江にとって流通の要でもありますし、私の川船も。だよね。困るのなんてお塩が取れないことくらいだけど。とはいえ、それも堺や若狭から取り寄せれば済むことですから、実際はそう大した問題ではないのですが。あとは賊くらいか。そんなのいちやまこっちゃんで片っ端から退治してるから大丈夫ね、まこっちゃん。だよね、いち。ねえねえまこっちゃん、いちのあゆとっても美味しいよ。はいはい。あーん。どうすごく美味しいね。どう？じゃあ、いちも僕の分ちょっと食べる？あどうだい？まこっちゃんのあゆもすっごく美味しい。どうかしましたか、兄様？どうかしたんですか？いちとまこっちゃんは仲良しだからやらんぞ。なんだその物言いは。お姉ちゃんたちやらないの？別に同じあゆなのだから違うんだなお姉ちゃん。微妙な塩加減とか焼き加減とか、まこっちゃんのとどちらもうまいで同じではないか。全然違うよ。なんだ、我は貴様のあゆなどいらんからな。なんだ。近江のマスもすっごく美味しいんだよ。ええ、あゆとは違った美味しさがありますね。なら好きにすればいいではないか。するか、うつけめ。でしょ？って我に持たせたまま食べるやつがあるか、健介。ダメではないが、食うなら渡すから。
えお兄ちゃん、いちも食べたいな。じゃいただきます。どうかしたの？やっぱりマスも美味しい。はい。では、いただきます。そっちですか？どうしたのまこっちゃん、食べないの？食べるけど、まこっちゃん、顔赤いよ。もしかして熱でも？違うけど、あんなんて、いちといつもやって。いちと兄様じゃ全然違うよ。何をしておるのだ、うつけめ。そうですよね。家族。何？いや、照れてるまこっちゃんも顔。そういうこと言わないでよ。お兄ちゃん、いい仕事したね。兄様まで。もう。お姉ちゃん、あっちに細工物屋さんがあるんだよ。行ってみようよ。おい、いち。楽しそうだな、いち。僕はああいうの似合いませんから。かわいいですか？いえ、そういうわけではないんで、兄様？一つお伺いしたいんですが。兄様はどうお考えですか？そうですか？ありがとうございます。いえ、それもありがたいお話だったんですが、そうではなくてですね。兄様はここに来る前に都にも寄ってこられたんですよね。久保様にもお目通りが久保様はどのようなお方でしたか？そうですか。いいなあ。僕も一度でいいから久保様にお目通りできればいいんですが。そうですね。本当はイチと一緒に都や境巡りもしたかったんですが。ですよね。まこっちゃん、また都の兄様に都の様子を聞いて。都っていうか公方様でしょ。もうまこっちゃん、本当に公方様のこと好き。仕方ないだろ。強くて美しくて権威を失いつつある幕府を立て直しつつある立派なお方なんだよ。国の主として憧れるのも当たり前じゃないか。
ブー。強くて美しくて頑張ってるなら、僕なんか足元にも及ばない。そんなことないのに。ねちょっと兄様、またそういうことを。だよね。まこっちゃんだって女の子なんだから、もっと可愛い格好してもいいと思うんだよ。だからそういうのが似合わないって。姉様。健介のそれは悪い癖だと思って諦め。じゃあ次はまこっちゃんに可愛いの何が似合うか試してみよう。お兄ちゃんとお姉ちゃんもついてきてよ。仕方ない。すまんな、誠。だからイチもうお嫁に行けない。まこっちゃんの奥さんはイチでしょ。でもあんな恥ずかしい格好。別に可愛かったよね、お兄ちゃんお姉ちゃん。兄様。そういった装いも場によっては必要になることがあるやもしれん。慣れておくのは悪いことでは。我はこの格好でよい。僕もこの格好で十分なんですけど。まあイチはまこっちゃんの可愛いところが見られたから。今日はイチの満足じゃなくて姉様と兄様の案内が一番だったんじゃないの？まあ貴様らが楽しそう。姉様まで。浅井殿、皆様。今日は町の教会に用があったんじゃないの？そうなのですが、用を済ませて城に戻ったら鬼のどこでですか？小谷のずっと北側、静ヶ岳。静ヶ岳の北ってことは今朝。イチたちは南側だったから逆方向だね。まだ日も高く活発には動いてないそうですから。ならすぐに退治に行ってくるよ。いいよね、まこっちゃん。姉様、我に聞くことでもあるまい。イチはすでに浅井家中のものだ。無事に帰れよ。もちろんお供いたします。では私は先に城に戻ります。それじゃ行ってくるよ。イチ。何？僕も行く。でもまこっちゃんは浅井家の。イチだって浅井家の大事な一員だ。まこっちゃん。お姉様にも兄様にも言われたけど、イチにだけ戦いを任せて城に引っ込んでるなんて棟梁としては正しい選択でもやっぱり嫌だよ。誠。はっ。棟梁たる貴様に何かあったらどうするつもりだ。それこそ戦場で己の身も守れぬようでは港北、それにイチを失えば。まこっちゃん。イチのさ。わかったよ。ならまこっちゃんはイチ。よろしく頼むよ。本当はね、イチずっと一軍を率いてる時は難しいかもしれないけど、一部隊。イチ。言ってくれたんだから全然構いませんね、お姉様。貴様は港北の棟梁でイチの夫だ。はい。兄様。兄様もありがとうございました。兄様のおかげで自分の気持ちをイチにちゃんと伝えることができました。そんなことはありません。ほらほら、一緒に行くならすぐに帰って準備しなきゃ。まこっ。行くよ、イチ。兄様も。
ふむ